連日の雨で色々とやる気の出ないイヤホンレビュー。20代の頃より日光に当たってないとやる気が出なくなってきたぞ。草かな？そんなわけで、今回も、イヤホン買ってるかい？今回も、中国からやってきた、イヤホンの話をしていこう。さて、今回は、100ドルクラスの1台、T-Force の新しいイヤホン、ヤンリーだ。このイヤホン、非常にオーソドックスな、1万円、ダイナミックドライバー1台の、ちょっとお金を中華イヤホンで出してみたいシングルドライバー好きの人にダイレクトに刺さる1台。振動板はダイヤモンドライクカーボン、金属製の筐体と、スペック的な魅力も十分だ。ちょうどダイヤモンドライクカーボンで金属筐体というと、KB イヤーのダイヤモンドなんかが記憶に上がってくるな。イヤホンだけではなく、このイヤホンを発売した、T-Force というブランドも今回のイヤホンを抱えて、参入したブランド。果たして、参入一発目は華々しい結果に終わるのか？詳しく見ていこう。ヤンリーの付属品は、この価格にふさわしいものが揃っている。高級感のあるしっかりとしたポーチ、しっかりとした品質で、見た目もマッチしたケーブル、そして、多彩なイヤーピースだ。今回は、本体に最初から付いているイヤーピースと、純正ケーブルを使って主張しているぞ。全体にビルドクオリティは高く、ケーブルの取り回しも良好。付属ケーブルは、3.5mm アンバランス、価格にふさわしい、6N の単結晶銅ケーブルだ。これでももちろん楽しめるが、付属ケーブルがオーソドックスな純銅線なので、銀メッキ線などにして楽しむのも良いだろう。個人的には、元々の線の品質が高く、ヤンリーも高解像度志向のイヤホンなので、初期ケーブルと相性が良いように思うぞ。遮音性はなかなか、特別良いわけではないが、中之条くらいの印象。装着感も、ハウジングが大きくなりにくい、1ダイナミックドライバー機らしく軽い装着感。見た目がずっしりとして優ので、不安に感じるかもしれないが、実際に装着してみるとあんまり金属ハウジングらしい重量感はなかった。耳からあんまり飛び出ないデザインなのも理由かもしれない。付属ポーチは開けやすく、内部の空間も潰れにくい。ただし、ヤンリーの外装は、ペッカペカの鏡面仕上げなので、この外装で持ち運んだ場合擦り傷が心配だ。というか、そもそも持ち歩くことをあんまり推奨したくない仕上げだな。メッキは一度破損する、磨く、で地金が露出する大惨事になりかねないので、そこら辺は大事に使っていきたい。初期付属のイヤーピースは、耳の中でくしゃくしゃになることもない、適度な反発力、結構硬さがあるので、普段使っているイヤーピースより、一段小さくしても問題なさそうだ。あ、そうそう、接続端子は中華2ピン。段差のない2ピン型だな。端子を選ばず、リケーブルしやすい端子だが、反面、負荷に弱く、やっぱり激しく動きながら使うことはしてなさそう。表面のメッキも含めて、ステイホームでじっくりと音楽を聴くのに向いているぞ。というわけで、外装に関してはこんな感じ。リケーブルしやすく、屋内で長時間使用するのに向いてる形だな。そもそもこれからの季節、全金属製は耳がもげるんじゃないかというくらい冷たくなるんで、外出時に使うのには向いてないよな。そんな感じで外装について触れてきたが、内装とスペック的な話に移っていこうか。1万円クラス、1ダイナミックドライバー。ある意味、贅沢なイヤホンの入り口と言える価格。使用されているドライバーの種類は定番中の定番、ダイナミックドライバーだ。ダイナミックドライバーはよく見かけるドライバーだが、それはすなわちそれだけ優れているということ。もちろん、価格だけでなく、性能的にもだ。1台で上から下まで幅広くズビャビャーっと音が出るので、基本的には、ほとんどのイヤホンはこれ1台で用事が済んじゃう。ヤンリーに搭載されているドライバーは、10mm のもの。このサイズ感は、KZ などでもよく見られるもので、中国のイヤホンとしては割と一般的な直径だ。使用されている振動板は、TLC。ダイヤモンドライクカーボンと呼ばれるタイプ。中華イヤホン界隈では、TFZ が採用していることで有名なタイプだ。ダイヤモンドライクカーボンの名前の通り、カーボン系の新素材の一つだな。同じカーボン系の定番である、グラフェンコートと比べると、グラフェンの方がより解像度の表現力向き、ヤンリーに使われている DLC は、そこに生々しさや中域低域の厚みもこなせるイヤホンが多い印象だ。ただ、全体に感触に仕上がるのは、カーボン系共通の傾向だな。ヤンリーのドライバーは 10mm と、比較的大きいので、低音の表現力も期待できそう。
加えて、中国系のイヤホンは、感触、暖色に極端に振るイヤホンも多いが、ヤンリーも、感触傾向の表現が得意な DLC 振動板。加えて、外装も金属製で、感触系の音が出やすい構造になっている。それ以外のスペックに関しては、ドライバはハイレゾに対応していない。出せる音は 20Hz、20kHz。最近はハイレゾ非対応でも音色に注力したモデルが増えてきてる気がするな。実際、人間の過聴域は 20kHz まで。加えて、1万円のイヤホンをポコじゃ抱える年齢層の実際の過聴域はいいとこ 18kHz までなので、ある意味正しい流れなのかもしれない。先日聞いたら僕の耳も 18kHz がギリギリ聞こえなくなってきたので、ぼちぼち 17kHz までのレビューになるな。はてさて。あ、そうそう、それから、若干インピーダンスが高いところにも注意が必要だ。本機のインピーダンス、つまり鳴りにくさは32オーム。普通にスマホとかと組み合わせるのが推奨されるイヤホンは、この半分の16オームだ。世の中には100オーム超えのイヤホンもあるので、そこまでじゃないが、スマホと組み合わせると音量を稼ぎにくいと感じるだろう。逆にノイズに強くなるので、悪いことばっかりじゃない。ただ、本機の場合、出力が低めの再生機器の場合、高音域が耳障りになってしまう問題があるかも。アンプ、もしくは音楽再生専用機と組み合わせて再生することをお勧めするぞ。というわけで、これらのスペックからかき鳴らされる音色が注目されるところ。それじゃお待ちかねの、音色について見ていこうか。1ダイナミックドライバらしい素直な音色、ダイヤモンドライクカーボンらしい、高音域が華やかで解像度、分離感が強調される音色。かなり感触傾向だが、ボーカルなどが刺さることはまずない。きっちりと設計、製造されているのがわかる。最初は感触傾向が強かったので、特に低音をブーストしつつ高音域が強烈に出てくる、EDM などに向いているかと思ったんだが、バランス的にはそれほど低音域が強くなく、現代音楽全般に合う感じ。感触傾向が強く、電子的に編集された音楽との相性は強いが、低音域に関してはほとんどブースト感がなく、ムーンドロップなんかが好きな人に相性の良さそうな音色だな。低音域は、一般的な演奏される曲で必要なベース帯域、EDM などでブーストされているサブベース帯域ともに、ほとんど前面に出てこない。また、前述の通り、ボーカルはスピード感のある鳴り方だが、刺さり、または強調された高音域を感じない。バランスの取れた音色で、ボーカル含める中音域をしっかり聴かせるイヤホン、という印象だ。バランスと感触傾向から言うと、ムッオンドロップの SSP が近い感じ。ただ、あっちより低音域は控えめな印象だな。また、10mm の振動板ということもあり、出てないわけじゃなくて、あえてチューニングで抑えている感じがある。軽くて硬いアルミらしい、スピード感があってはっきりくっきりとした音色、かつ、低音域もそれほど主張してこないので、味付けよりも感触の基本に忠実なところが売りになると思う。相性がいいのは、ポップス、またはデジタル介護に録音された、新しい音源だな。一方で不向きなのは、感触傾向のイヤホンと相性の悪い曲。レトロで温かみのある音源や、低音域のブーストに支えられてる曲だ。本機は、過不足なく、高音域が綺麗で、残響が少なく、そしてハキハキとしたボーカルの曲に向いている。電子音楽とも相性がいいが、低音が必要なものは別だ。ただ、案外十分聴いてると、音としてはちゃんと出てるので気にならなくもなってくる。本機自体と相性がいい人なら、いろんなジャンルと組み合わせることができるだろう。空間表現も良い、特別広かったり、個性があるわけではなく、適度に広く、イヤホンで聴いていることをあまり感じさせない空間を感じることができる。全体に、低音が弱く、高音が強い、場合によっては数分でリタイア宣言させられかねない感触傾向なのに、長時間聴いていられるのはそこも影響してそうだ。というわけでまとめてみようか。G-Force ヤンリーは、素晴らしい外観と装着性、そして感触傾向で低音が控えめのバランスを持つ1ダイナミックドライバーイヤホンだ。振動板は DLC。解像感を重視した音色が出て、ボーカルなんかにも表現力が出やすい。ちょっとスマホで鳴らすのは厳しい。ちゃんとした環境で動かそう。付属品も豪華で、価格に見合った所有感。標準の付属品で問題なく楽しむことができる。おすすめの層は、低音を重視しない感触好き。あんまりドンシャリでないことを好む層、サブベース中毒でないカリカリイヤホン好きだな。一方で、高音域の鋭さは全くないので、本当に長く使えるイヤホンだと思う。最近は癖の強いモデルが多かったので、久しぶりに一息つけた印象だったぞ。というわけで、こんなところだな。
こういうイヤホンを聞くたびに、いつも自分がどんだけブーストされてる音を聞いてるのか思い知る。もちろん、それが好きなんだからそれでいいんだけど、こういうイヤホンを聞くとハッとさせられるんだよな。といったところで今回はここまで。次回以降もなんか怖い機種の話がいっぱい来てるぞ。キラーパスは急に来るので無駄遣いは控えるように。